こんにちは。今回は四角モチーフを紹介します。前回に長編み3目で編み入れる四角モチーフを作りましたが、今回は長編みを4目で作る四角モチーフを紹介します。長編みを4目にしたことで、四角モチーフとしては安定感のあるモチーフになりました。編み方を編み図で説明します。今回の四角モチーフは、以前の長編み3目で編んだ四角モチーフとは違って、今回は長編み4目を編みながら作る四角モチーフです。最初は鎖編み5目の輪の作り目から編み始め、1、2、3、4、5段で完成する大きめな四角モチーフです。鎖編み5目を編んで輪を作ったら、そこから長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編んで、輪の中に長編み3目を編みます。鎖編み3目は長編み1目と数えますから、ここは鎖編み3目を入れて、長編み4目ができたことになります。鎖編み2目を角に編んで、長編み4目を輪の中に編み、鎖編み2目を編み、長編み4目を編み、鎖編み2目を編んで、長編み4目を編んで、最後は鎖編み2目を編んだら、最初の鎖編み3目のところに引き抜き編みをして1段目が終わります。2段目は2段目の時に説明します。最初は鎖編みを5目編みます。鎖編みはここから1、2、3、4、5。鎖編みを5目編んで、最初の鎖編みに引き抜き編みをして、鎖編み5目の輪の作り目を作りました。この糸端は一緒に編み込みながら進めます。1段目の最初は立ち上がりの鎖編み3目を編んで、この鎖編み3目を長編み1目とします。次は長編みを輪の中に3回編みます。1、2、3。鎖編み3目と長編み3目で、これで長編み4目ができたことになります。鎖編み2目を編んで、輪の中に長編み4目を編みます。鎖編み2目を編んで、輪の中に長編み4目を編みます。編み地を少し寄せて、鎖編み2目を編み、次も輪の中に長編み4目を編みます。鎖編み2目を編んで、最初の立ち上がりの鎖編み3目の3個目に引き抜きます。これで1段目の四角ができました。次は2段目を説明します。次は2段目です。引き抜いたところから鎖編み3目を編み、間に入れる鎖編みを編んで、最初は鎖編みを4目編みます。次は1段目の角の鎖編み2目のところに長編み4目を編み、鎖編み2目を編んで、同じところに長編み4目を編みます。これが
角の編み方で、この角は3段目、4段目、5段目もすべて同じ編み方です。角を編み終えたら、次は鎖編み1目を編んで、次の1段目の鎖編み2目のところに同じように角を編み、鎖編み1目を編んで、次の鎖編み2目に角を編み、これを繰り返して、最後は長編み4目ではなく、長編み3目を編んで、最初の鎖編み3目が長編み1目になりますから、ここに引き抜き編みをして、2段目が終わります。2段目も立ち上がりの鎖編み3目を編んで、間に入れる鎖編みがありますから、ここでは4目の鎖編みを編みます。次は、角の鎖編み2目のところに長編み4目を編みます。鎖編み2目のところに長編み4目を編み、編み地を寄せて、鎖編み2目を編み、同じところに長編み4目を編みます。これが角になります。鎖編み1目を間に入れて、次の角の鎖編み2目のところに、ここと同じ編み方をします。1段目の鎖編み2目のところに長編み4目を編みます。鎖編み2目を編んで、同じところに長編み4目を編みます。編み地を寄せて、同じ鎖編み2目のところに長編み4目を編みます。これで角が2個できました。次も同じように鎖編み1目を編んでから角の鎖編み2目のところに長編み4目を編みます。鎖編み2目を編んで、同じところに長編み4目です。最後の4個目の角です。鎖編み1目を入れてから、鎖編み2目のところです。最初に立ち上がりの鎖編み4目を編んだところです。ここに長編み4目を編みます。角の鎖編み2目を編んで、次は鎖編みがありますから、これを長編み1目と数えますから、ここは長編み3目を編みます。長編み4目に鎖編み2目、そして長編み3目を編みました。最後は立ち上がりの鎖編みの3個目のところに引き抜き編みをして、これで2段目ができました。次の3段目を編み図で説明します。2段目の最後で引き抜いたところです。3段目は立ち上がりの鎖編み3目を編んで、1段目と同じように
鎖編み3目を編みます。そして次は鎖編み1目のところに長編み3目を編み入れます。この立ち上がりの鎖編みは1段目、3段目、5段目は同じように3目編みますが、2段目、4段目の偶数段は最初は鎖編み4目になります。これは同じ編み方が10段になっても同じです。3段目は奇数段ですから鎖編み3目を編んで、根元の鎖編みに長編み3目を編みます。間に鎖編み1目を入れて、次は鎖編み2目の角のところですから、この角と同じ編み方をし、長編み4目、鎖編み2目、長編み4目を編みます。間に鎖編み1目を入れて、2段目の時に鎖編み1目を編んだところに長編み4目を編み、鎖編み1目を入れて、次は角の編み方をします。これが四角モチーフの3段目です。同じように角を編んで、次は鎖編み1目を編んだら、最初の鎖編み3目のところに引き抜き編みをして、3段目が終わります。ここから3段目です。3段目は鎖編み3目を編んで、鎖編み1目のところに長編み3目を編みます。これで、ここも長編み4目と同じ形になります。次は鎖編み1目を編んで、角の鎖編み2目のところは角の編み方を編みます。長編み4目を編み、鎖編み2目を編んで、同じところに長編み4目を編みます。これで角ができました。次は鎖編み1目を間に入れて、2段目の鎖編み1目のところに長編み4目を編みます。鎖編み1目を入れて、次は角のところです。鎖編み2目のところに長編み4目。鎖編み2目を編んで、同じところに長編み4目を編みます。これで角が2つです。鎖編み1目を編んだら、前段の鎖編み1目のところに長編み4目です。これで半分ができました。こちらも同じように編みます。4個目の角ができました。最後は角を編んだら、鎖編み1目を編んで、最初の立ち上がりの鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをして、これで3段目ができました。3段目はこのぐらいの大きさです。5段目まで編むと、このぐらいの大きさになります。次は4段目を編みます。3段目をここで引き抜きました。次の4段目は、最初の編み方は2段目と同じで、
鎖編み4目を編んで、次の鎖編み1目のところに長編み4目、鎖編み1目を入れて角を編みます。そして鎖編み1目を入れて、前段の鎖編み1目のところが2個に増えていますから、ここを長編み4目を2回編みます。間に鎖編み1目を入れながら、次の角のところには角を編みます。これを繰り返します。前段で鎖編み1目のところが2個になりましたから、4段目では長編み4目が2つに増えます。そして次の5段目では長編み4目を編み入れた間の鎖編みが3個になりますから、ここでは5段目は3個を入れるようになって、だんだんこの角のところの間の長編み4目を入れる数が増えていきます。そして角を全部編んだら、最後は2段目と同じように鎖編み1目のところに長編み3目を編み、鎖編みの3個目に引き抜き編みをします。そして5段目は3段目と1段目と同じように鎖編み3目を編んで、鎖編み1目のところに長編み3目を編み、4段目で増えた鎖編みのところに長編み4目を編んで、角の編み方は同じ編み方です。ここから4段目です。4段目は2段目と同じように鎖編みを4目編みます。鎖編み4目を編んで、次の鎖編み1目のところに長編み4目を編みます。長編み4目を編み、鎖編み1目を編んで、次は角の編み方です。角の鎖編み2目に長編み4目、鎖編み2目、長編み4目を編みます。鎖編み1目を編んだら、前段の鎖編み1目のところに長編み4目を編みます。鎖編み1目を入れて、鎖編み1目のところに長編み4目です。鎖編み1目を入れて、次は鎖編み2目のところに角の編み方です。長編み4目、鎖編み2目、長編み4目を編みます。次は鎖編み1目を編んでから、鎖編み1目のところに長編みを4目編みます。これで4段目の半分ができました。こちらも同じように編みます。角が4個できました。最後のところです。角を編んでから鎖編み1目を編んで、次は鎖編み1目のところに編みます。ここは鎖編み4目を編んで鎖編み3目を長編み1目としますから、
この鎖編み1目のところには長編みを3目編みます。長編み3目を編み、最初の鎖編み3目の3個目に引き抜き編みをして、これで4段目ができました。次は5段目です。5段目は1段目と同じように奇数段ですから、鎖編み3目を編んで、次は根元のところです。前段に鎖編み4目を編んでいますから、3目のところに引き抜いて、ここは鎖編み1目のところになります。ここに今編んだ鎖編み3目が長編み1目としますから、あと3回長編みを編みます。鎖編み1目を入れて、鎖編み1目のところに長編み4目、鎖編み1目を入れて、角の鎖編み2目のところに角の編み方で長編み4目、鎖編み2目、長編み4目を編みます。鎖編み1目を入れて、次の鎖編み1目のところに長編み4目を編み入れます。この鎖編み1目のところは段が多くなればなるほど個数が増えます。最初の1段目は間がありませんが、2段目の時に鎖編み1目は1つしかありませんでした。そして3段目の時に鎖編み1目が2個に増えて、4段目で鎖編み2目が3個に増えましたから、5段目の時を編む時は3回ここで編みます。鎖編み1目のところに長編み4目を編みます。鎖編み1目を入れて、隣の鎖編み1目のところに長編み4目です。鎖編み1目を入れて、次の鎖編み1目のところにも長編み4目を編みます。そして角のところです。鎖編み1目を編んでから長編み4目、鎖編み2目、同じところに長編み4目です。これで2個の角ができました。5段目になると4段目の時に鎖編み1目が3個でしたが、5段目では鎖編み1目が4個に増えます。このように段数が増えるごとに1つずつ鎖編み1目の数が増えてどんどん大きくなります。あとはここまで同じように編みます。5段目の最後のところです。角を編んで鎖編みを1目編みました。次は鎖編み1目のところに長編みを4目編みます。長編み4目を編み、鎖編み1目を編んで、最初の鎖編み3目の3個目に
引き抜き編みをします。そしてこの糸は少し長めに取ってとじ針で後ろの目立たないところに糸始末をしてください。長編み4目で編む四角モチーフを紹介しました。5段目までの四角モチーフです。長編み4目を編み入れて作る四角モチーフを紹介しました。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。